あまりにもその消費電力が多いので、原発作れっていうぐらいのものなので、やはりそういう不安って言いますが、それが1個じゃなくてボコボコ立つっていうのはね。確かに。でじゃあ電源をね近くに作るんじゃないかとかね、そっちの心配の方が出てくるんですかね。電源って発電所的な。発電所、実は発電所とセットっていうのはアメリカなんか原発3マイル島原発事故を起こした、あれの1号機を再稼働、マイクロソフトがデータセンター作るんで、あれを再稼働とセットっていう話が出て、だからそれぐらい電力を食うという、じゃあ発電所がね近くにできるんじゃないかっていう心配、印西市にできるとはちょっと思えないんですけど、やっぱり千葉県の、火力発電所とか増強するんじゃないかとかね、そういうことですね。それと要するに電気が足りなくて、そのアメリカなんかではその電気料金が上がるんじゃないかって、電気料金の高騰に結びつくんじゃないかっていう心配もその住民から上がってるようですね。ニューヨーク州の、知事の命令のその背景の一つにもその、電気料金の高騰っていうのはあるようです。でどうなんでしょうね、発電需要で電力の需要が高まったら電気料金は上がるのかっていう、設備が足んなくて設備を作らなければいけないなったら上がるんでしょうね。で逆にその今までより電力需要が多くなってその設備の利用率が上がって、いわゆる固定費が下がるっていうふうに結びつけば電気料金は下がるんでしょうけど、いわゆる、送電線も新たに作んなきゃいけないとか、鉄塔を建ててそのデータセンターまでに、そうですよね。それと発電所作って送電線作ってっていうその、増強費っていうのがそのいわゆる託送費なんかにこう乗っかってくると電気料金上がるということなんでしょうね。だからその可能性はあります。そこはAI の会社にたくさん払ってもらうとかそういう話ですよね。でそのニューヨーク州の知事命令もですね、1年間っていう期間を設けたのもですね、その1年の間にですね、うまいやり方制度を作ろうという意思も入ってるみたいです。どういうことかというと、そのデータセンターにその新たにその州というコミュニティの方に発電所の負担をさせるなと、発電所自前で発電自前ですそれも発電所立ってるんですけど、ですからその地元の電気料金の料金体系には影響を与えない形で電力を調達しろという、そういう仕組みを作ったらいいですよみたいなね、そういう制度を作ろうとしてるみたいですね。あるいは、地元へのその電気料金にもし影響を与えるようだったら高いお金を電気料金払えと、そうですね。そういう仕組みをその停止してる間に作って、で、それが整備できたら停止を解除してっていう、そういうことを言ってるみたいですね。それは、一つ方法として要するに、地元の懸念に応えていくっていうことですからね。でもどうなんでしょうね、データセンターで電気がいるから、発電所をいっぱい作んなきゃいけないっていう。それはでもだってデータセンター抜きには現代社会ってなかなか成り立たないんじゃないですか。いやオープンチャットにですね、電気使わなくて生成する方法って考えたことはありますかって聞いたことあるんです。チャット GPT 電気使ってますよねっつってね。でもね、よくよく考えたらそれを聞いて答えを引き出すのにもね電気使ってるんですよね。なんかすっごい使うらしいですね。ちょっとそれ直後に気づいてちょっと反省しました皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。
この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話ししていきます。大事な問題についてじっくり深く考え、自分なりの視点や意見を持つ、そんな時間を一緒に過ごしましょう。宮崎智美の考えるラジオ始まります。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。こんにちは、MC の山崎純一郎でございます。今日のストーリーテラーは宮崎智美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどのようなお話を？はい、今日はですね、データセンター、はい、今流行りってますが建設ラッシュですけども、これも世界中で建設が進んでるんですけども、アメリカのニューヨーク州がですね、この AI データセンターの建設を一時停止する行政命令、これを知事が出しましたので、その話をしたいと思います。はい、はい、データセンターをめぐっては日本でもその建設についてですね、いろいろ反対運動が起きたりしてますんで、はい、この、ニュースをちょっと取り上げたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ニューヨーク州というのはアメリカ東部の大きな州ですので、有名な州です。ここが、データセンターの建設を1年間とりあえず停止すると、モラトリアムというらしいんですけども、それの知事の行政命令を出したということですね。で、データセンター建設めぐってはアメリカでも問題になってまして、カリフォルニア州の小さな自治体が先月同じような行政命令出したということと、あとシアトルも先月、シアトルはアメリカ西部の西海岸の大きな町ですよね。はいはい、ボーイングだったとかスターバックスとかの発祥の地のシアトルもそういうのを出してたんですけども、州単位でですね。でしかもニューヨーク州という大きな州が、で知事が行政命令を出したっていう。今までは小さな自治体単位でそれも2つだけだったんですね、事例は。それはいきなり州として、はい、でデータセンターを一時ですけど止めてしまうということです。で、ちっちゃなのはいいらしいです。いわゆるハイパースケール級っていう、50メガワット級っていうらしいんですけども、超でかいメガワットって消費電力、そうですね、消費電力容量っていうんですかね、それがでかいやつをとりあえず建設ダメよという、そういうことですね。でなぜかというと、やはり、騒音、公害、発熱、あと水資源保護、そうしたのを理由にしてますね。で、世論調査ではやっぱりアメリカでは全米の世論調査でも、4分の3近く 70% 前後が懸念を抱いているという世論調査もあるらしいんで、そういう中で知事ですから政治家でもありますからね、そうした民意っていうのを受けて、そういう行政命令に踏み切ったと見られてます。でも騒音って言ってもね、外までそんなに漏れるもんですかね。で、私も別に家の近くにデータセンターあるわけじゃないんですけども、日本の場合、その窓がない建物に対する不気味さがあるらしいんですよね。そうね。何十メートルの高さですからね、巨大な四角い建物が立って、で中には機械が入ってるんですけど、人の出入りがない建物がドーンとできることへのなんとなくそういうことで。でもちょっとそれ分かりますね。うち横浜市なんですけども、ちょっと車で10分ぐらいのところにやっぱりデータセンターあるんですよ。で、確かに窓ないんですよ。あれは要するに看板も出てないから、セキュリティ上の問題だと思うんですけど、あれは何だろうっていうのは確かにありますよね。
で窓を開けばいいんですからダメサッシだけつけるとかねちょっと州知事、はい、この方ですね、はい、キャシー・ホチュール知事ですね、はいはい、この方の行政命令です。で民主党です、はい、トランプ大統領がですねやはりアメリカ東海岸の洋上風力発電に対してその建設停止命令とかね、これ裁判で、そんな停止命令はダメよというふうに言われましたけどね、共和党の方はむしろその再エネとかそういったの建設を止めようとしてますけど、民主党の知事はその電力需要、莫大な電力需要で、地域住民が不安がっている、こうしたものへの、モラトリアム命令ですね、これを出した。民主党でもアメリカのメイン州っていうのがこう、東海岸北部にありますけど、そこの州知事は、議会が停止の法案を出した、成立させたんですけど、それを知事の権限で拒否権を出したりしてるんで、地域によって民主党だからっていうことでもないようなんですけどね。ただそれだけ、話題になっているといいますか懸念が高まっているというのがこのデータセンターです。はい、でデータセンターって何っていきなり初歩的な根本にいやデータセンターが必要だからね、原発を再稼働しなければいけないとかね。そうですよね。いやとてもそのデータセンターの建設の勢いに原発の建設が追いつけるとは思えないんですけどね。今から作っても20年後に作った時データセンターっていうのはねどうなってるのかですか。イーロン・マスクさん宇宙に持ってくって言ってるぐらいだからね。すごいですね。効率がいいんですかね。どうなんですかね。太陽光でやるんですかね。太陽光なんでしょうね。いやですから原発ではないとは思うんですけども、やっぱり電力を大量に消費するというのは本当みたいですね。で中に何が詰まってるのかなんですけど、こういうこれは Google がですね、これ Google 千葉県に作った印西市に大型のデータセンター作った時、地元住民へのこの説明ビデオというのを作って流してるんですけど、これは誰でも見れるんですけどね。で内部はこんな感じなんですよ。棚がいっぱい並んでる。ラックですよね。ここにじゃあサーバーが、サーバーがずらーって並んでる。これはデータセンターです。でデータセンターは何っていうと中身はこういうもので、かなり以前なんですけど、私取材でちょっとこういう部屋に入ったことあったんですけど、まず寒い暑いんじゃないですか。寒い冷房してる。冷却なんですね。そう、寒い。そしてうるさい。それはブーンって言ってですか、なんて言ってファンですね。ファンの音。これラックって言って10何インチでしたっけ。19インチ。あれがさっきのこのラックですね。これですかね。にずらっとこれ何が並んでるかというとサーバーですけど、CPU、GPU、グラフィックスの生成ユニット、プロセッシングユニットですね。あとメモリーだとか、ハードディスク系ですかね。あとネットワークへの接続装置とか電源装置とか、で寒いとおっしゃったんですけど、やっぱり冷房冷却装置がすごいらしいですね。とにかく消費電力の何パーセントか分かります。とんでもない分量は冷房冷却のために使われてる。昔水冷式って言ってドボーンってつけてるとかって言ってる人いたんですけど、本当ですかね。つけてる、水の中になんかね大手なんでしょうけどね、水冷とかって言ってました。とにかく
大量に電気を使って大量に発熱するんで、効率といいますか上げるために冷却してるんですかね。そうですね。発熱して壊れたり効率が下がったりしないようにっていうことですかね。デジタル機器はね発熱しますからね。それがデータなんで必要かというとデータを処理する量が爆発的にその需要が伸びてるからですね。特に生成 AI がこの能力を必要としているということですかね。そういうことですが、その冷房装置なんかはもちろんビルの空調として、音が出るんですかね、外にね。そうなるとそうかもしれませんね。そういうこと多分おそらくその防音の対策なんかもいろいろこの Google のビデオではやってますよという、ここ前景がこんな。これ、はい、Google の千葉県印西市っていうところに、この印西市っていうのはなんかデータセンター銀座みたいな。そう銀座って言われてるんですね。でなんで印西市なのか。Google が最初にここにでっかいの作ったからっていうのが多分正解だと思うんですけど、でみんなここが敵地なんだというふうにGoogle 様がお作りになったんでいいんじゃないかということで、いろいろ理由はあるらしいんですけども、やはり首都圏に近い、それとちょっと高台って言いますかね。ですからその千葉県でも東日本大震災の時は津波の被害、九十九里浜沿岸の市町村は受けましたから、印西市は内陸にあるんで、そういった津波被害は受けない。やっぱり東京に近くてで比較的このニュータウン開発で、開けた土地があったということなんでしょうね。先ほど私が言った上の近所のデータセンターも確かに、港北ニュータウンというね、新しい港北ニュータウン新しい街の中にあるんで、確か土地があるったんですよね。土地が高台ですよね。高台です。海から離れてますよね。で横浜市内ですもんね。そうですね。やっぱり近いとデータの受け渡しというか、なんかナノ秒だとかなんかそういう世界らしいんで、やっぱり有利なんでしょうね。データの大消費地に近い方がやっぱりその遠ければダメっていうことなんでしょうね。でもう一つですね、理由がありまして、海底ケーブルの陸揚げ局に近いと。これがなんか理由らしいんですよね。海底ケーブルの陸揚げ局ってなんだっていうことなんですけど、アメリカと日本がこう通信ケーブルで結ばれたりしていて、アメリカだけじゃないんですけども、太平洋を渡って海底ケーブルがザーッと来ていて、それの陸揚げ拠点がやっぱり千葉県なんですね。太平洋側ですね。千倉っていうところとかですね。あと恵美っていうのは鴨川市なんですかに恵美っていうところがあったり、そういったところに、ケーブルのいわゆる日本側のケーブルがこう上がってくる陸揚げ局っていうのがあって、そういう、大量の通信データをやり取りしているケーブルが千葉県に来ると、でそれを東京に行くその中間地点に印西市があると。だから陸揚げ拠点に近いという、そういうことらしいです。なんか北茨城市とかですね、茨城県高萩市とかですね、あの辺も陸揚げ局があって、そこからまたこう、千倉とかそっちへこう回ってきてあげるとかね、なんかそういうことらしいです。ロシアとの海底ケーブルは
直江津に上がってるそうですね。直江津、はい、新潟県の一番富山県よりのところですかね。はい、あとまあそういう陸揚げ拠点っていうのはあるそうですね。でそこと首都圏など、大都市とを結ぶ間にあるので、印西市が銀座と呼ばれるまで、で印西市では訴訟が起きましたね。そうなんですか。はい、建設差し止めですかね。そういうの住民反対ですか。はい、で印西市、建築確認取り消しを求めての訴訟ですね。なんか53メーターもある大きなのが建設されるということで、高さが、はい、しかも駅前に、千葉ニュータウン中央駅っていう駅前の一等地、多分商業施設かなんかあったんでしょうね。でそこに建てるっていうことなんで、それにこう反対。反対の理由がそれだからここじゃないだろうと。ここじゃないだろうと。はい、その印西市にね企業がね来てくれるというのはね、別にその税収とかそういったのも考えると悪いことではないんでしょうけど、ただ駅前の一等地にその53メートルで窓のない建物を作るっていうのはいかがなものかっていうことですね。そういうことなんですね。それでもちろんその騒音とかの心配ですね。多分そういう対策は企業側はするんでしょうけど、景観ですよね。景観、騒音、それと熱。やっぱり冷却っていうことは中は涼しいっておっしゃってましたけど、山崎さん、外はその分熱がね出ていくわけですから、近くに住んでる人は自分のところ暑くなるんじゃないかっていうことですね。だから駅前なんで、住民がみんな利用できるような施設を建てるべきなんじゃないかっていう、そういう意見だということです。だからこの場所じゃないだろうという、ここにそんな窓のないね、コンクリートの塊みたいな、いやあれをデータセンターという僕はよくわかんないですが、新宿と代々木の間にエンパイアステートビルが建ってるんですよ。ドコモタワーですね。ドコモタワー、いやあれもねよく見ると窓ないんですよ。ないですね。エンパイアステートビルみたいな。だから初めて見た時確かにこれは何だろうと思いましたもんね。あれは電波塔ですかね、ドコモ、そうなんでしょうね。データセンター的な機能も入ってるんですかね。いやあれがボコボコ立ったらそれはそれで、一本だけ立ってるからへえって見ますけど、不気味。あれで銀座ができたらやっぱりちょっと大変ですね。で印西市だけじゃなくて東京の昭島市でもここは住民監査請求とか、郊外のその紛争の調停とか、そういった動きがあるみたいです。あそこはもうちょっと東京なんですけど、割と、生態系っていうか、そういうのは自然がちょっと残っていて、大高の生態系の池とかですね、そういったので、意見が出ているということですね。あともう一つ東京日野市、はい、これは日野自動車の工場の跡地とかね、そういったところに建てるで、そういったところで計画見直すべきだというような意見が出てるとかね、そういったのがあるんですが、アメリカみたいにね州知事が、アメリカの州っていうのは一つの国みたいなものですからね、そういった形で出てきたということですね。これは世界に波及するのかどうかですね。でも騒音とか電力消費とか、あと水資源ですね。水資源、それなんかはある程度アセスメントちゃんとして、環境アセスで対策っていうのをね、ですよね。だからその有害物質をガンガン出すというイメージではないんですけどもね、あまりにもその消費電力が多いので、原発作れっていうぐらいのものなので、やはりそういう不安って言いますが、それが1個じゃなくてボコボコ立つっていうのはね
確かに。でじゃあ電源をね近くに作るんじゃないかとかね、そっちの心配の方が出てくるんですかね。電源って発電所的な。発電所実は発電所とセットっていうのはアメリカなんか原発3マイル島原発事故を起こした、はいはい、あれの1号機を再稼働、マイクロソフトがデータセンター作るんであれを再稼働とセットっていう話が出て、だからそれぐらい電力を食うという、じゃあ発電所がね近くにできるんじゃないかっていう心配、印西市にできるとはちょっと思えないんですけど、やっぱり千葉県の、ね、火力発電所とか増強するんじゃないかとかね、そういうことですね。それと発電所要するに電気が足りなくて、そのアメリカなんかではその電気料金が上がるんじゃないかって、電気料金の高騰に結びつくんじゃないかっていう心配もその住民から上がってるようですね。そのニューヨーク州の、知事の命令のその背景の一つにもその、電気料金の高騰っていうのはあるようです。でどうなんでしょうね、発電需要で電力の需要が高まったら電気料金は上がるのかっていう。いやその辺どうなんですか、分からないんですけど上がるんですかね。設備が足んなくて、設備を作らなければいけない、なったら上がるんでしょうね。で逆にその、今までより電力需要が多くなってその設備の利用率が上がって、いわゆる固定費が下がるっていうふうに結びつけば電気料金は下がるんでしょうけど、でねそれどうなっていうかなんですけど、いわゆる、送電線も新たに作んなきゃいけないとか、鉄塔を立ててそのデータセンターまでに、そうですよね。それと発電所作って送電線作ってっていうその増強費っていうのがそのいわゆる託送費なんかにこう乗っかってくると電気料金上がるということなんでしょうね。だからその可能性はあります。無責任な言い方ですけど、そこはAI の会社にたくさん払ってもらうとかそういう話ですよね。でそのニューヨーク州の知事命令もですね、1年間っていう期間を設けたのもですね、その1年の間にですね、うまいやり方制度を作ろうという意思も入ってるみたいです。どういうことかというと、そのデータセンターにその新たにその州というんですかコミュニティの方に発電所の負担をさせるなと、発電所自前で発電自前ですそれも発電所立ってるんですけど、ですからその地元の電気料金の料金体系には影響を与えない形で電力を調達しろという、そういう仕組みを作ったらいいですよみたいなね、そういう制度を作ろうとしてるみたいですね。あるいは地元へのその電気料金にもし影響を与えるようだったら高いお金を電気料金払えと、そうですね、そういう仕組みをその停止してる間に作って、で、それが整備できたら停止を解除してっていう、そういうことを言ってるみたいですね。それは、一つ方法として要するに、地元の懸念に応えていくっていうことですからね。でもどうなんでしょうね、データセンターで電気がいるから発電所をいっぱい作んなきゃいけないっていう、それはでもうだってデータセンター抜きには現代社会ってなかなか成り立たないんじゃないですか。それを思うともうある程度しょうがないんじゃないですかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。いやオープンチャットにですね、電気使わないくて生成する方法って考えたことはありますかって聞いたことあるんです。チャット GPT 電気使ってますよねっつってね。でもねよくよく考えたらそれを聞いて答えを引き出すのにもね電気使ってるんですよね。なんかすごい使うらしいですね。ちょっとそれ直後に気づいてちょっと反省しました。
いやちゃんと答えるんですよ、もちろん答えてくれますけど、あっという間に答えるんですけど、だから社長がなんか言ってるじゃないですか、最後ありがとうとかそんなの必要ないからって確か言ってましたよね。それ言ったらそれだけで計算パワーえらい使うから。あれやっぱりそれでも電気使うんですかね。どう使うでしょう。ありがとうです、どういたしましてとかで出てくるやつ、あれそれがだって小さくてもみんながそれやると一応いろいろ気を使って答えに気を使って生成するからですかね。どうなんですかね。気を使ってるかどうか分かりませんけど、気を使ってるわけじゃないのかな。まあでもありがとうって言いたくなりますけどね。最後いろいろありがとうございましたってね。だってその区切りとしてね。区切りとしてそれだって最初にこの話し始めなんかもいいところに気がつきましたねとか、なんかそういう形で入ってくると、こっちも乗せられるじゃないですか。そうなんか寄り添ってくるんですよね。それはすごい視点ですとか言われるといやいやいやとか言いながら本当かなとかね、陸揚げ地ちょっとイメージ図です。こうやって一回あれですね、海底ケーブルがずっと上がってきて印西市でこうデータセンターがあって東京都心に行くと、そういう意味では敵地って言いますか、海辺は津波とかね、そういうリスクがあるんでちょっと高台に、やっぱり Google が作ったからだと思いますねGoogle がね、でもいい具合なところにありますね、確かに。印西市としてもね、その世界的な企業がね、こう来てくれるっていうのはね、イメージ的にも悪い話じゃないんですけど、Google は駅前じゃないですよ。その新しいその後から参入してきたところがそこじゃないだろうっていう話と、それと労働集約的な産業じゃないんでですよね。雇用がねそんなに、さっきの写真もね人が写ってなかった。守衛の人とお掃除する人ぐらいですか。あとメンテナンスとかですかね。あと成田空港近くでそういうメンテナンスの人とか緊急に機器を運んだりするのには便利なのかもしれません、場所的には。なるほど。日本のさくらインターネットっていうね大きな会社ありますけど、あれは北海道のね、どこでしたっけ、旭川どこだったかな、辺の真ん中ぐらいですよ、そこにデータセンター結構前ですね気づいてすごいやってましたけど、当然自治体は大歓迎なんですけど、そのニュース見た時にでも雇用とか生まないのにね、自治体は固定資産税が入りますから、それは入りますからね、と思った記憶がありますね。市町村レベルではね固定資産税がね、安定税源としてやっぱり嬉しいわけですか。固定資産税がね市町村税の中ではかなり大きいですからね。確かに、法人税はね国税ですからね、県民法人税とかは額的には小さいですからね。なるほど、そういうことでデータセンター、ですからあまりにもその急激に増えてるっていうことで、関係住民ですね、自分の家の近くに立つっていう人、それは銀座って呼ばれたらね、ニュータウンだと思って住んでるわけですからね。この Google のデータセンターの向こう側に立ってるのあれは普通ね住宅街ですよね、あれね。ニュータウン開発のとこですかね。ちょっとクレーン建設用のクレーンが立ってる時の写真なんでちょっと隠れたりもしてます。要するに丘陵地帯の住宅地として開発されたところですね。バブル期にこの辺りものすごくそうですか。開発が進みましたんでね。確かにちょっとこういうのがいっぱいガーッとできると住民としては不安な気持ちはですからニュータウンの住民としてなったつもりが、ニュータウンとしてそれほどバブル崩壊とともに、全部開発の計画通りには進まなかったところとかあったんですね。だからそこがこう
企業としでも埋まるのは多分、市にとってはね、それは悪いことではないはずですからね。ただいいものでもいくつもあると大変だという、そういうたくさんありすぎると銀座化するとなかなか不安になる。銀座みたいにこう人手がね人が流入とかなればいいんでしょうけどね。そこに経済圏も生まれるし、これで例えば研究施設がねできるとか、それで人が住むようになるとかね、そういうふうなのに結びつけばいいんですけど、やっぱり窓のない建物がボコボコ駅前にできるっていうのはちょっと違うんじゃないでしょうかっていう、そういう話になるということです。そういうことで今日はそのニューヨーク州でそういう州知事の命令ですね、1年間データセンターの建設を停止するという、その命令が出たという話です。でした。じゃあ、これからですね、その印西市の駅前の訴訟ですね。訴訟もどういう方向に行くのかっていうのはね、ちょっと注視する必要がありますよね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。